はい、こんばんは。お待たせしました。いらっしゃい。開始ツイートもしました。どうも、こんばんは。いらっしゃい。よし、OK です。今日はね、ちょっと早い時間に8時から始まることになったんですけど、金曜日です。こんばんは。いらっしゃい。金曜日、本日はですね、昨日ちょっと話してましたキテレツ相談ダイヤルというねゲームをやっていこうと思うんですけど、これなんでゲーム画面映してないかと、また事故かと思うじゃないですか。違うんですよ。これ実はね、起動する時の音をちょっとみんなに聞いてほしくて一旦閉じてたんですよね。いくよ。お電話ありがとうございます。こちらはキテレツ相談ダイヤルです。聞いた？すごくない？ボイスが入るの。これをみんなに聞いてほしくて一旦閉じてました。というわけで今日は相談室を開きます。なんだっけな、電話で相談を受けてそれを会議かどうか判断するっていう、そういう感じのゲームらしいです。一応ね、説明書があったので紹介していきますね。ゲームオーバーあるみたいです、これで。注意事項としてゲーム中にボタンを連打しないって書いてあるので気をつけようと思います。いらっしゃいませ、こんばんは。どこだっけな。あったあったあった。これペーパーポリスってみんな知ってます？なんか入国審査員みたいな感じのゲームなんですけど、それにインスピレーションを受けてなんと5ヶ月で作ったみたいですね。とんでもないですね。この人も怪異かもしれないですね。で、物語の時代設定があるらしくてですね、我々の知る90年代ではなく70年代に生きる人々が当時に思い描いていたかもしれない90年代みたいな感じの設定らしいので、若干事実とは異なるような世界観らしいです。パラレルワールドのお話だと思ってくださいって書いてありました。面白そうですね。どんな感じになるのか。なので時代背景的には90年代なってるそうなので、こういう感じの、よいしょ、こういう感じのちょっとね懐かしいような感じの雰囲気になってるんですよ。ちょっとなんていうんですかね、アナログティックっていうか昔のテレビみたいな、そんな感じの画質と音声とね BGM とで世界観が作られてるみたいでして、どうやらでございますね。すごくないですか？喋るんですよ。続きから最初から設定でございますね。音声もそれっぽいですよね。作り込みがすごくて楽しみですね。どうやら怪異っていうのが100種類ほどいるらしくて、出てくる怪異はランダムらしいので、どんな感じなのか周回が推奨されてるみたいですね。最初からでございますね。怪異を集めていきたいと思いますね。それでは早速行きましょうか。最初からでございます。かしこまりました。おお、名前ですって。
途中で変更はできません。漢字使えるんですかね。フルネームの方がいいのかな。どういう感じで出てくるんだろう。これで言っとく。フルネームにしたら変な感じになるかな。一旦これで言っとくか。いいや。おお、すごい。この投影みたいな感じの出方ね。はい。おばあちゃんちの市松人形、少しずつ髪が伸びてる気がする。呪いの人形だったらどうしよう。誰かに相談できないかな。そんな時はキテレツ相談ダイヤルにお電話ください。どんな超常現象、怪奇現象、すごい CM かな。心霊現象もパパッと解決。あなたのお悩みが怪異の仕業かそうでないか、相談員が判定します。ああ、なるほど、そういうことだったのか。ありがとう、相談員さん。怪異かもと思ったら CM。 相談ダイヤル。うわ、ありそう。電話番号は0120。あ、いいところだったのに。あ、音量大丈夫これ。おしゃべりそうな中年女性。テレビが消えちゃったわ。故障？オンボロテレビ。これどうやって、あ、無口そうな男。テレビは今俺が消したんだよ。誰か入ってきたみたいだから対応して噂の新人相談員じゃないか。あ、結構広めなんですね。勝手に少数だと思ってました。でも2人しか出てこないから社員2人だけなのかな。はい、あなたが新人さんね。僕が新人さんなのか。ああ、今のコマーシャル、あれを見たうちに来てくれたの。すごい。あら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 。嬉しいわ。この時間は人手が足りないから困ってたのよ。へえ、お夕飯の時間でしょ。夜晩いないんですね。18時前には2人だけになっちゃうの。へえ、いつもベテランの相談員の大森くんが1人で対応してるのよ。ワンオペだ。ああいう難しいことできない。この人何するんだろう。オペレーターっていうの？窓口になって相談員の子たちに電話を割り、へえ、振り分けるのよ。はい。大森くん、あれさっきの中年男性が大森くんかな。美佐子ちゃんっていうのね。あれ僕違うのか。私は信子よ、よろしくね。毎日収録ですか？週 7？ 時間帯は18時から21時。じゃあまずお試しってことで今日から1週間やってもらってもいい？特殊なものは使ってるじゃない。ボランティアといえどボランティアなんだ。お金入んないんだ。会議の判定なんて経験ないでしょ。だからお試し期間を設けてるの。まずは1週間。お給料は出ないの？さっきも言ったけどこの時間は私たちしかいないから3人で回していくことになるわ。窓口は私。最初はへえ、なるほどね。慣れてきたら難易度を上げていくわ。大森くんみたいにどんな相談も判断できるようになったら一人前よと。そう、大森くんね。紹介して。わあ、ぽいな。彼は相談室ができてすぐに入ったっていうベテラン相談員など困ったことがあったら、へえ。あ、これあれかな。オープニングで話してた人かな。みさこちゃん。へえ、電話来たって。簡単な相談からって言ったでしょ。この人会員の名前が分かってるみたい。へえ、そうなんだ。あなたはその会員について調べて相談の内容と照らし合わせるだけよ。
それで本物の怪異か判定するの。へえ。偽物は怪異の情報と相談者の話のどこかが必ず食い違っているはずだから、それを見つけ出してちょうだい。ふん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 。お、マニュアルある。助かるね。すごい資料を押し付けられた。マニュアルはこれで、怪異に関する資料はこれ。あとこれ。こんなにあるのって顔してるわね。そうね、発見されてる怪異だけども、1000体以上はいるか。あれ桁が違う。100って聞いてたんだけどな。やっぱりまずは大森くんの仕事ぶりを見てもらった方がいいかもしれないわね。ほらよ。新人用に最近よく目撃されてる怪異をピックアップしておいた。これなら初日からでもいけるだろう。助かる。資料に名前が載っている怪異でも今渡した怪異検索用の資料にいなければ別の怪異だと判断していい。資料に名前が載っている怪異でも怪異検索用に資料がなければ別の怪異と判断し、なるほどね。あんたが担当する相談の怪異は必ず怪異検索に引っかかるってことだ。へえ、そうなんだ。助かる。存在してない怪異に惑わされてる相談者もいるから。その辺はマニュアルを読んでおくんだな。念のためメモも書いておいたから。いい人。大森くん。ありがとう、大森くん。手前の席。テレビ電話はここがスイッチで、電話が鳴ったらテレビ電話なんだ。電話対応と怪異の判定に必要なことは全部このマニュアルと資料に書いてあるから読んでおいてね。はいはいはい。一度電話に出たら最後まで責任を持って対応してね。判断。そうなんだ。一人当たり長くても1時間。相談者さんも暇じゃないから時間のチェックは怠らないように。あなたの活動時間は3時間だったわね。つまり1日3人のタイヤがノルマになる。慣れてきたら1日5人を目標にして。相談中は必要に応じてメモを取ったりしてもいいけど、そっちにばかり気を取られないようにね。自分のよりやすいようにカスタマイズしてちょうだい。心の準備ができたら言ってねと。資料とマニュアル。一回マニュアル読みましょう。はじめに。すごい。長い。一応読んどくか。このマニュアルは相談者の電話を受ける際の考え方と流れを理解するためのものです。はい。細かな手順などについては先輩相談員の指導に従ってください。相談者の不安な気持ちに寄り添い、適切な対応を心がけましょうと。はい。キテレツ相談ダイヤルについて、キテレツ相談ダイヤルはボランティア団体なんだね。キテレツお悩み相談室が1993年4月に活動開始と同時に設置した無料電話サービス。人間の理解を超える怪異で異常な現象ははるか昔から確認されていました。文明が発展した今の時代においても怪異を見た、怪異の噂を聞いたといった声は後を絶ちません。仮に科学で説明できる現象であったとしてもそれは判断できない。私たち一般人が専門家を頼るのは簡単なことではありません。目に見えない悩み、特に霊的な悩みというのは古くから悪徳商法に利用されてきました。知識のない人が闇雲に他人を頼るのは非常に危険です。しかし家族や友人に相談しても根本的な解決は望めません。そういった人々の駆け込み寺になるためにキテレツお悩み相談室は生まれました。私たち相談員は、怪奇現象に悩む相談者の話を聞き、怪異の仕業かそうでないかを判定します。相談者の不安な気持ちを和らげながら情報を引き出し、的確な判断をしましょうと。豊島区と千代田区と文京区にあります。だそうですよ。活動目的、活動日時、24時間年中無休なんだ。相談員は自分の好きな日時に活動できます。勉学や業務の時間を十分にとって無理のない範囲で活動しましょう。そっか、ボランティアだから他に本業がある人がいるんだ。その人の活動が終わったら常設のホワイトボードに次の活動日時を記入して帰宅してください。欠席時には霊障被害に遭っていないかどうか安否確認が必要になります。
活動開始の時間になる前に必ず相談室まで連絡を入れましょう。おー、あ、結構いるね。こんなにいるんだ。心構え。マニュアル長いね。規定列相談室はボランティア団体のため相談者と金銭のやり取りをすることはありません。しかしお金をもらっていないからといっていい加減な態度で相談を受けるのはご法度です。規定列相談ダイヤルに頼る人々は少なくとも発生した怪現象に関して困っています。中には命の危険を感じ、藁にもすがる思いで助けを求めている人もいます。私たち相談員は彼らにとって心の拠り所であることを忘れないようにしましょう。そして救いを求める手を取るために最大限の努力をしましょうと。はい。テレビ電話の対応ポイント。当相談室は現在普及している中でも最新のテレビ電話を設置しています。顔の見えない従来の電話と比べて相手より身近に感じられるようになりました。しかし顔を合わせて話せるようになった分、こちらの姿や見た相談者が不快な思いをしないように気をつけなければいけません。次の3つのポイントを押さえて気持ちのいいやり取りを心がけてください。これって世界観の必要あれかな。ゲームには直接関係ない。笑顔で明るく、これは大事だね。人の第一印象は顔の表情で決まり、その次の印象は声で決まると言われています。真顔でボソボソと話すと不機嫌だと思われ、相手を不快な気持ちにさせてしまいます。常に笑顔で明るくハキハキと対応するようにしましょう。笑ってくか。友達と話すような言葉遣いはもってのほかですが、必要以上に相手を立ててへりくだるような言葉遣いも必然です。ある程度距離感を保って丁寧な言葉遣いを心がけましょう。この辺はあれかな。規則。世界観の補足みたいな感じなんですかね。干渉しすぎない。知らない、わからないは禁句。これは覚えた方が良さそう。話は最後まで聞く。第一に優先すべきは相談者。否定はしない。迅速な対応。判定。最後は報告書。これ一番大事だね。相談フロー。これもあれなのかな。テストされるのかな。電話を取って切るまでの流れで不測の事態に至った際は先輩相談員を頼るなどして臨機応変な対応をしましょう。笑顔で明るさ挨拶。はい、名前を名乗る。はいはい。相談者の要件を伺う。適度に相槌を入れ、話しやすい雰囲気作りを意識してください。質問する。はんはん。あ、待って。対象の会に関係ない質問をしたり話を聞いている間によそ見をすると相談者からの信頼を失う恐れがあります。ここは気をつけた方が良さそうだね。会の名前を知っている。あ、これね。相談者が会の名前を知っている場合は別紙の資料から該当する会を探し、相談者の話と照らし合わせてみましょう。もし本物の会であれば矛盾する点が一つもないはずです。逆に一つでも合致しない点があれば会ではないことになります。会の名前がわからないときに比べれば短時間で時間を絞り込めますが、会の判定は十分に話を聞いてから行いましょう。なるほど。一つ二つの情報だけでは誤った判断をしかねません。会の名前を知らない場合ね。相談者が会の名前を知らない場合は質問を続け、資料と照らし合わせて条件が一致する会を探し出します。なるほど。すべて一致する会があれば本物で、一つでも一致しない会では全部一致しなきゃダメなんだね。なるほど。これは覚えた方が良さそう。しかし該当する情報が点在するため判定は慎重に行ってください。会の中には複数のパターンを持つ者もいます。へえ。資料は隅々まで目を通し情報を見逃さないようにしましょう。判定する。会であるか会でないかを判定する。
一度判定を下すと取り消すことができない。なるほど。会でないと判定した時には資料と相談者の話のどこが矛盾していたかを指摘します。会であると判定した時は該当する会の名前を相談者に提示します。会でないの判定時には矛盾点を除いた情報が一致する会がいるので、まずはその会の名前を伝えて矛盾点を指摘する。なるほどね。ごく稀に相談者から聞いた会の独自性と資料に書かれた情報が全く一致しない場合があります。その際は会でないと判定した後、該当なしと伝えましょう。なるほど。相談者にどのような訳があっても深入りはせる冷静に対応してください。で、電話を切ると。はーい。名前ね。名前を聞く。あなたのこと。年代と性別。なるほどね。重要らしい。相談室では、各年代に当てはまる年齢を以下のように定めています。会のターゲットを絞り込むヒントにしましょう。へえ。子供が幼稚園から小学生。少年少女が小学生から中学生。青年が高校生から19歳。若い男性が20代。男性女性が20代30代。中年が40代50代。エローバ60代から。はあはあ。会の名前。相談者が会の名前を知っているかどうかは一番重要な手がかりになります。会の名前が分かるときと分からないときでは判定の材料を集める手段が異なるので、相談者に関する質問を終えたタイミングで尋ねましょう。なるほど。相談者の情報を聞き出して会の名前ね。どんな会か、どんな特徴を持つ会なのかを尋ねます。会の名前がわからない状態での相談は会のタイプを絞り込むことから始まるので、忘れずに聞くようにしましょう。はいはい。いつ出没時間。条件がない会や広い時間帯で出没する会もいるため注意が必要。会っていないうちに相談する。ああ、そうなんだ。いつ出没するか知っていますか？ああ、なるほどね。どこで誰が被害に遭ったか。これから行おうとしている場合は儀式に参加するのは誰ですか？そういうのもあるんですね。どうして怪異と遭遇してしまった原因を尋ねます。まだ怪異と遭遇していなかったり、儀式によって高齢した際は使用しません。儀式の手順。使ったもの。何を使ったか。書いたこと。呪文。なるほどね。詳細を聞いていくんですね。見た目。人型で怪異である場合、年代と性別を尋ねます。動物や無機物の怪異はどんな動物か、どんな形状の物体であるかを聞く質問となります。声。見た目と声で異なる印象を持つ怪異には効果的。そうなんだ。言葉を発さない怪異もいる。身体。身体的な特徴を尋ねましょう。体の一部が欠損している怪異であれば有力な、そういうのもいるんですね。髪型に特徴がある。数少ないですが、怪異資料に表記があった際には必ず尋ねるようにしましょう。服装ね。重要なヒントになる可能性があります。特徴。前の参考に該当しない外見的特徴や他の質問に当てはまらない独自性はこの質問で尋ねます。どのような相談でも聞くことができる質問なので積極的に使っていきましょう。なるほどね。怪異に遭遇していない状態での相談では、合コンの見たものを聞いたこと、されたこと、言われたこと、起こったことで語られる情報をここで得ることができます。怪異の判定時にも他に該当する項目がないときに選択するものと覚えておきましょう。なるほどね。持ち物、怪異の所持品。これも重要だね。
どんな話？怪異にまつわる話を人から聞くと何日以内に現れる。清めの塩を持ち帰れば壮大に被害が来ることやっぱりあるんですね。夢、見たもの、さっきのやつね。見たもの、聞いたこと、言われたこと、されたこと、起こったこと。なるほどね。諸注意。そう、清めの塩だよ。さっき出てきたやつね。怪異の話題を取り扱うためが当相談室や、霊的なものが寄り付きやすい傾向にあります。相談員が安心して活動できるよう室内には結界や魔除けが施されています。しかしそれらは、密閉された空間に限定して効果を発揮するため、相談室を一歩出れば恩恵が及ばなくなります。なるほどね。そこで当相談室では相談員を害から守るために神棚に置かれた清めの塩を持ち帰ることを義務付けています。必ず持ち帰らなきゃいけないですね。帰宅時に一つまみ。なるほど。清めの塩の使い方。家に着いたら玄関に入る前に胸、背中、足元。胸、背中、足元ね。振りかけ手で軽く払ってください。疲れた時の対処。相談員の身に危険が及ばないよう細心の注意を払っていますが、万が一怪異に取り憑かれた場合は速やかに会長へ報告してください。知識があるからといって自己解決しようとすると最悪の事態につながる可能性があります。なお、清めの塩を持ち帰らなかったり、怪異に遭遇しても会長への報告が行わなかった場合、団体関係者は一切責任を負いません。やっぱり入ってました。火事みたいですね。僕の方まで被害が及ばなきゃいいんですけど、怪異かもしれないですね。相談しよう。怪異からの電話。稀に怪異から電話がかかってくることがありますが、慌てず騒がず、まずは相手の話を聞くようにしてください。相談ダイヤルに電話をかけてくる怪異は、私たちを試そうとしています。別紙の資料と照らし合わせて怪異かどうか判断しましょう。判定を誤っても相談員に取り付くことがありません。へえ。怪異からもあるんですね。いたずら電話。なるほどね。画面の見方。日付天気人、ここね。進む速さは難易度設定によって異なる。活動日数、ゲーム開始から何日目なのかが表示されます。ここね。相談者から聞いた話を手動でメモします。自動でメモしてくれるのは助かるね。ここか。難易度設定でオフにした場合は表示されません。テレビ電話、ここね。相談者の姿が映し出されます。マニュアル資料、対応マニュアル。ここか。資料、怪異に関する資料。この辺に出てくるんですね。5で選択した項目の内容が表示されます。ここでね。キャラクターの話した言葉が表示されます。ここで。投げかける質問。電球マークを相談。電球マークを右下、これか。怪異判定に切り替え。ここで怪異の判定ができると。その正体。怪異であるか、怪異でないか。質問画面に戻ります。唇、右下。この辺に出てくるのかな、多分。ハート、あなたのメンタルを表したものです。ここが。判定を失敗したり不適切な対応をすると減少していきます。0になるとゲームオーバー。なるほど。ノートアイコン。ここね。
バックログね。活動中に使用できません。ふんふんふん。なるほど。マウスでホイール、テキスト、バックログ、キーボード。OK。閉じて、資料をちらっと見てみる。怪とは、怪という言葉は2つの異なる意味を合わせ持つ。現実ではありえない不思議な現象、化け物。2の意味を含む言葉は妖怪、幽霊、あやかし、もののけ、魔物など多く存在するが、該当相談室においては便宜上、相応の意味を含む怪異という用語で統一する。僕もこの2の中に含まれていますね。事項では主に2のとしての怪異について解説します。怪異という存在を認知は生命の有無を問わず万物に魂や神が宿ると考えるアニミズムから始まり、恵みの雨を神からの贈り物、自然災害を神のたたりなどと捉える、日本古来の思想による広まったとされる。悪霊が清らかであればあるほど、霊魂が清らかであればあるほど、前例としての位が高く、属性にさまざまな、吉事をもたらす。神や仏がこれに当たるとされる。一方で死や病といった不浄なもので、汚れた霊魂は、矜持をもたらす悪霊となる。悪なる怪、邪悪な怪は人間に憑依し、対象者の肉体と精神に有害な影響を及ぼす。憑依された人間は普段の性格から逸脱した言動を取るとされ、かつては悪霊付き、狐付きといった言葉で形容されていた。怪は位が上がるにつれて力を増す、影響を及ぼす範囲が拡大するほか、悪なる怪は対象者に極度の危害を加え、不可逆的な結果をいたらしめるという。高位な怪はその状況や制御が極めて困難であり、人類に対して著しく危険な存在と言えるらしいですね。ちょっと資料が9枚あります。オカルトブームが巻き起こったこの頃のね、無数の心霊番組が制作され、オカルト関連のニュースが新聞で報じられるようになった。今ではもうすっかりなくなりましたね。怪と人間の未来。怪が存在する以上、彼らは主軸とした事件が絶えることはない。怪の存在を認め対処できる者がいなければ、事件は迷宮入りの一途をたどる。せめて警察庁に怪専門の特殊捜査班が設置されるよう願うばかりである。おそらくまだいないかな。相談員の役割。怪の独自性。固有の特性を備えている。大きく分けて、出没する時間帯、場所、呼び出す方法、性別と年齢、身体的な特徴、持っているもの、ターゲット、決まり文句。怪に必ずいずれかの項目で該当する。すべての特性が同一である怪は2つとして存在しない。怪の独自性を利用し、一致する特性を探し出すことで、アイデンティティにおける同定作業が可能となる。なるほどね。資料作成僕だね。僕はまた別にいるんですね。大間時と呼ばれる夕方、あるいは牛蜜毒を含む、闇夜のいずれかに、夜間ねのいずれかに当てはまり、その時間と広い範囲で目撃される。ふむ何時何分何秒。そういうのも、そういう細かいシフト制の人もいるんですね。なお時間帯問わず出没する会は0時で省略する。大間が時。会が動き出す時間帯。現在の17時から19時。2時間制ですね。誰ぞ彼ともいい。これを現代語に訳すと、そこにいる彼は誰なのかとなる。
道の向こうからやってくる人の顔が識別できない。薄暗い夕暮れを表した言葉である。このことから相手が人でない何かかもしれないと錯覚する。不吉な時間帯を大きくまがまがしい時、大まが時と呼ぶようになった。子供の下校時間でもあることから、大まが時に出没する会は子供をターゲットとすることが多い。青いドレスの女、青い船、赤い船、赤い靴、赤マント。足売りババア。アメばあさん聞いたことあるね。柿田様、影の怪人、靴下男、徘徊少女、ゆべぬろ、四つ角ばあさん。なんて呼ぶんだろう。四つ字の黒マントかな。夜間ね。夜2時から2時から30分間と言われるおしめつ時。2時から2時半まで。結構短いですね。これが夜間らしいですね。ヨーロッパでは牛の国を魔女の時間、悪魔の時間と呼ぶ。うわ、すごいいっぱいいるね。赤とか青とか使ってる回が多いですよね。知ってるやついます？鹿島玲子は聞いたことある。なんだっけな、どこで聞いたんだっけな。浜場。全然わかんない。こんなにいるんですね。ダブルってなんだろう。泣き首。バーサレバーバラさん。なんかこの辺姉妹っぽいね。バーサレバーバラさん。はばかりさん。バラバラ殺人事件の回。もう事件じゃないですか。ペタペタ包帯おじさん。真っ赤なリンゴ。ミッチェル城。与太郎。与太郎って与太郎ですよね。時間指定のある回、分刻みで減点される。なるほど、この辺は分かりやすいかもしれない。何時何分って出てきたらこの辺のを見ればいいってことだ。赤、青、木の手、鏡の中の美女、バファシサロ、緑のチェリー。合わせ鏡の悪魔は聞いたことありますね。骨売りババア、黒髪様。美女が時々出てくるね。何をなくした男。左手をなくした男。四隅ババア、四つ角ババアと若干変わるね。午前3時、異次元少女、一人かくれんぼ、合わせ鏡の悪魔。この辺結構あれですね。シフトかぶってますね。赤いバス、川坊主、カッパとは違うのかな。ババア、すごいババアだ。この辺ババアばっかだ。緑の手、くじおじさん。赤い斑点。赤い斑点ってあれだっけ？トイレで出てくるやつ？くねくね。この辺あれですね。お買い板で見ましたね。八尺様とくねくねは結構常連じゃないですか。口裂女メリーさんとかもね。結構あれですよね。この辺になってくると。うわ、いっぱいあるんすね。出没場所。汚れの概念を持つ神道や古代中国における由来。なんかいっぱいありますね。うわ、すごい。トイレ出過ぎだな。トイレって花子さんの聖地じゃなかったんだ。怪人 Q 聞いたことあるな。そう、赤マント、青マント。斑点ってトイレじゃなかったっけ？赤いちゃんちゃんこの方かな。赤と青のオンパレードだもんな。とりあえず色出しときゃいいと思ってるでしょ。鹿島さん出るっけ？学校、光幽霊。
飴玉ばあさん、あれ飴玉ばあさんさっきいたか。この辺かぶってるのかな、出没する場所と時間とかも。骨折りばばさっき見たね。へえ、すごいな。口裂けばばあと口裂け女は別人。アクロバティックサラサラ、誰だ。帝国陸軍第26号井戸の怪物は、それはなんて言うんでしょうね。トンネル一人ではなさそうですね。あ、怪人9。八尺様って田舎にしかいないんだ。田舎の女だ。旧ホテル展望台、展望閣、聞いたことある。なるほどね、難易度設定。高速道路とかの電灯でぐるぐる回転してるのがサラサラ。え、そうなんだ。回転してるだけなの？時間の進む速さ、遅いか速いか超速い。遅いと45分、速いと3時間30分か。どうしようかな。慣れてないから一旦遅いでやってみる。メモ機能は自動でやってほしいな。これちょっと自動でやってほしいな。バックログ機能は欲しい。僕もあんまり知らなかったな。話を一度しか聞けないハート最大値、毎日全回復。10個で毎日全回復か。いやでもいけるでしょう。とりあえず7とか様子見で。これでどう？ノーマルってどれぐらいなの？ね。でもこんぐらいか。メモ機能は自動でやってほしいな。とりあえずこれでいってみましょうか。手動でこれでいきましょう。とりあえずやってみようか。電話来た？この電話で会の相談ができるって聞いたんですけど、髪飾りの女性。はい。とりあえず名前ね、ニックネームでもいいんですね。パンケーキさん。ゆるふわ系だ。じゃああなたのことを聞きましょうか。女で20代です。会のどんな会か聞いてみる？森の館に住む会、なんとか逃げられましたが恐ろしくて夜も眠れません。森の館ね、あったんだね。会の名前、首狩り貴族で、さっき見た資料見てみよう。さっき見たね。出没場所で首狩り貴族はどうだっけな。いた。これね。森。どこで？愛媛かな。字がちょっとね、愛媛のある森。森だね。で、接触原因とか
どうして？森へハイキングに行った時うっかり迷っちゃったんです。さまよっていたら遠くに館のものが見えて、そこを目指そうとした時襲われました。館に近づいた。怪異の検索。あ、これで入力すればいいのか。特徴出てくるのかな。首狩り貴族。おお、なるほど、ありがとうございます。じゃあ特徴を聞けばいいのかな。怪異の特徴を聞いてみましょうか。何を聞く？体が大きくて頭部が欠損していました。これほぼあれじゃないですか。見た目とか男性、もうほぼ確定では。で他は口が聞けない。服装とかもあるね。あ、焼けたに近づくもの。持ち物じゃ聞いてみるか。日本刀と生首を持っていました。もうあれだね。これあれかな。じゃあこれで怪異である。どう？なるほど、お姉さんの言う通りあの怪は本物みたいです。これからどうしたらいいですか？なるほどね。名前が分かるのは助かるね。怪異の名前が分かってる相談は美佐子ちゃんに担当すれば。なるほどね、名前は分かってるんだ。とりあえず情報を聞き出して名前検索すればいいのか。お、電話だ。はい。お、神経質そうな男。とりあえず名前ね。ニックネームでいいんですね。小沢。あなたのこと。男で30代。はいはい。で、会の名前。八尺様。で、ここから会検索で八尺様と。で、ここを見ながらあれですね。いつ12月3日の午前9時頃。朝方から大間が時。結構幅広いっすね。どこで？田舎です。原因。特徴記が多いか。見た目。若い女性の姿をしていました。女ね。身体、背が高い怪異でした。一弟子して女である。服装とかは？服装。白い着物？声。男のような声で奇妙な笑い声を上げていました。男のような笑い声を上げる。声色を自在に変えられるとされる。なるほど。特徴。らしいです。らしいです。誰が？へえ、あ、なるほどね。子供を狙いやすい傾向にある。ビンゴかな。あとは数日にわたり取り殺す。その他で聞けるんですかね。されたこと。そう？
じゃあ怒ったこと、あれ、これを聞きたかったんだけど違うのかな。ほうほうほう。話しかけたり指を立ち去ることが可能。じゃあこれで特定でいいんですかね。子供だしね。そうなんですよ。着物これワンピースって言ってないんですよね。何？ああ、服装でどれだ、特徴で服装。偽物だったとしてもそれは一体何なのって話じゃないですか。警察で対処できるの？やっぱ一個でも矛盾点があったら指摘しないとダメなんだ。なるほどね。あ、来た。どうも。はい。普通に不審者ですよね。会でなかったとしても。K口、川口さんですか？あなたのこと。20代。あ、さっきの人より年下なんですね。会の名前はとりあえず分かってるらしいのに聞いていこう。黄色いミイラ。誰だろう。黄色いミイラ。20歳の誕生日を迎えるまでに忘れなければ不幸になる呪いの言葉。それだけ？どんな会ですか？あ、そうっすね。不幸になる呪いの言葉なんですよ。この間親戚の子供が聞いてしまって、どうしたらいいですか？これしか情報ないんですよね。親戚の子供って言ってましたもんね。これしか情報がないんですよね。不幸になる呪いの言葉。カイである判定しときます？ああ、いいんだ。情報少なすぎますね。専門家の人によろしく伝えてください。へえ、そういうのもいるんですね。まだ続けてみましょうか。もうちょっとやろう。いろいろやってね、慣れていきましょう。お、来た。どうも。晩年の女性。あなたの名前。白滝。女で20代です。今日は会の名前分かってるので、足折るか。シャチですか？足折るかと。足折るかだよね。足を指定して欲しいかと問いかける会。ああ、シャチじゃないんだ。子供がターゲット。道端でターゲットを待ち伏せしていつもははははは。とりあえず
いつを聞こうか。12月2日の午後11時頃。夜間でいいんでしたっけ？夜間って2時から2時半でしたっけ？午後11時。出没場所聞くか。どんな会か聞くか。足が欲しいかと尋ねる会でこの間出会ってしまったんです。でもこれっていらないって言ったらそのまま去っていくんじゃなかったっけ？ああ、否定したら鎌で両足を切り落とされる。今って足あります？足が健在であるならばそれは偽物では？どこで道。持ち物結構特徴的ですね。違いますね。これは多分違いますね。時速200キロで追いかけられて足を刈られる。とんでもないですね。これは違いますね。あなたの足がつながっているからです。持ち物。もしかしたらそのモニター先の足先はないかもしれないけど、持ち物で警察を呼ぼうと思います。違かったら違かったでこいつもやばいけどね。本当に警察行った方がいいかもしれない。何時まででしたっけ？ 9 時までか。あと1人できる？なるほどね。容量が分かってきましたね。お、来た。どうもー。学生かな？気弱そうな少年。名前を聞こう。リースケ。大輔さんですかね。男で高校生です。彼の名前聞いていくか。崩れ女。聞いたことあるようなないような感じの名前ですね。崩れ女。襲った相手の顔を奪い取る女の会。へえ。どんな会？見たら死ぬと言われてる恐ろしい会です。最近近所で出るという噂があって。夜も眠れません。まだ会ってないんだ。でも多分違うな。特徴聞いたら分かりやすいかな。何人もの顔の一部を乱雑にくっつけたような顔をしている。結構グロいっすね。多分違うんですよね。7時になったし、これはいいか。どこで？路地の入り口に現れるそうです。これは合ってる。いつ？夜のうちに何時に出るかは決まっていません。持ち物聞いてみるか。包丁を持っているそうです。女性がターゲットになる。これはあれかな。決まり文句。これ言ったらそうだよね。なんかその他って結構怒られるようなイメージがある。これは否定でいいんですかね。はいではない。あれ？特徴だっけ？出没。それ以外、あれ？対処法、起こったことを見たこと。話の内容でいいんですかね。
あれ違うらしい。怒られました。違かったんだ。じゃああれは会議で合ってたのかな。ああびっくりした。いい感じみたいね。その着替えなら次はちょっと難しい相談を任せようかしら。帰る前に亀棚にお祈りして塩を一つまみもらっていって、絶対に忘れちゃダメよと。へえ、お話ししてく。なるほどね。他の相談室に行くんだね。テレビ電話。この時代にテレビ電話ができているっていう設定らしいですね。一家に一台あるのが当たり前なんだ。へえ。テレビ電話で発明されたりするかも。そういう感じの世界観らしいですね。大森と話して帰ろう。まあちょうど電話終わったところだけど。大森拓郎ね。黒本屋で働いてる。いや給料出ないんだね。オカルト新聞読みなよ。毎日17時に毎日発行なんだ。いろんな怪異の起こした事件が載ってる。コンビニとか売店とか。さっき渡した資料に元になった書籍。あなたの後ろに都市伝説っていう。あ、僕が書いたの？相談員になるなら読んでおいた方がいい。興味があれば貸すけど。これ僕出てくるのかな？じゃあ帰ろうか。わ、これどうなんだろうね。1日目終了。セーブする。ベッドに入る。セーブするか。すごい。いっぱいセーブできるね。寝ましょう。これ塩って振りかけた判定。なんだこれ。へえ。チーズがある。さあ今日も頑張っていきましょう。雪が降ってるね。今日もよろしくね。名前が判明している回の判定パターンは頭に入ったと思うからステップアップしていきましょう。名前がわからない回の相談を美佐子ちゃんに回す。相談の内容と回の資料を見比べて条件が一致する回を見つけ出す。そこからは昨日と一緒。マニュアルの相談フローページ4見てみるか。マニュアルの相談フローのページ4、2、3、4。質問を続け、資料と照らし合わせ、条件が一致する回を探し出す。すべて一致する回がいなければ本物で、一つでも一致しなければ回ではない。しかし該当する情報が点在するため、判断は慎重に行ってください。複数のパターンを持つ者もいます。資料の隅々まで目を通し、情報を見逃さないように。はい。やってみるか。今日は何人できるかな。お、早速相談者ですね。どうも。会の相談をしたいんですけど、気弱そうなサラリーマン。お名前は？小向井。それニックネームで大丈夫？
男で40代です。誰が聞いた話を3日以内に5人に伝えなかった人のもとにこの回が現れるんです。へえ、昔の不幸の手紙みたいな感じですね。3日5人、どんな回？鹿島がどうかという回らしいです。話を聞いた人のもとに現れるんですけど、私その話を聞いてしまって、怪に襲われたくないけど誰に話すこともできない。鹿島さんいたよね。鹿島さん的なものいましたよね。鹿島様でしたっけ？いつ午後11時頃です。午後ね。11時だから、この辺かな。あ、2時から2時半ですもんね。あ、そう、鹿島玲子だ。そうです。鹿島玲子ね。検索してみよう。鹿島玲子と。あら？鹿島玲子。夜間。どこにいても現れるそうです。へえ。特徴を聞いてみましょうか。眼球がないの結構特徴的じゃない？片手と片足がない。違うのかな。見た目、年齢も性別もわからない。特徴、人ではないらしい。姿を現すと3つの質問をしてきて、これに答えられないと呪い殺される。鹿島玲子ではない。じゃあこれは外見的特徴で、片手と片足がない。頭部以外が欠損している。片手と鹿島さんか。なるほど、似たような名前の人がいるんですね。鹿島さん。片手と片足がなく、全く同じよし、目をつろで少女を見せながら手をよこせと言ってきた。足をよこせ。夜間。午後11時。接触原因、特徴、持ち物ないですもんね。片手と片足が欠損している。顔がただれている。あ、行動ね。でもこの辺あれなんですよね。これはあれか、合ってないから意味ないのか。どこで不明、誰が、持ち物、特徴。今使ってます。服装、類似、はい。3人に伝えなければならない。3人だもんね。見た目聞いてみようか。あ、見た目そうだ。わからないから声。わからない。髪型。わからない。
わからない。不明が多いですね。いつどこで誰が。持ち物も接触の原因。あ、でもあれか、これは合ってないから意味ないのか。あなたのこと、難しいですね。これはあれかな。人でない3つの質問の呪い。人でない。夢へ3日以内に現れかの声をする。1、2、3つの質問ですね。で、聞いた話を3人に伝えなきゃいけないですよね。顔がただれている。片手と片足がない。人数が違う。私の話と共通点を書いた。うわ、なるほどね。そういうのも、なるほどなるほど。じゃあこれ違うんですかね。大盛りメモがある。条件が最も一致していた回は、ここの類似点からちょっと探っていきましょうか。これ取り消しできないんですよね。夢の中、情報が少なすぎるんですよ。今必要です。これで足取奈々子さんとか、美奈子さんか。足取美奈子さん。夢の中、右足が欠損している。わあ、時間かけすぎた。そうか。カメラを閉じたらダメなんだ。目を見て話すってそういうことか。あんまり資料を開きすぎるとカメラを閉じてしまうから、会の相談お願いします。なるほどね。温泉。あなたのこと70代です。どんな会ですか？話を聞いた人のもとに現れる会です。わしその話を聞いてしまって、その会が来る前に何とかしないと。会の名前聞いてみる。わかんないです。いつ？関係ないそうです。どこで？鏡の中に現れるそうです。ちょっと資料探してみよう。場所で鏡、トイレ、学校、高所、山、海、田園、道、鏡、
アパート、コンビニ、神社、ホテル。鏡を探せ。メケメケ。電話とかもいるんですね。屋形駅。その他。あ、この辺か。で、どこで誰が聞いた人のもとに必ず現れる。話を聞いた人。特徴を聞いてみようか。今のところわからない。見た目。女性の姿。女性の姿。この辺ですかね。鏡の中のナナちゃんか、鏡の中の美女。鏡の中の老人。この辺かな。声。女の人なんですね。服装。チヌレのウェディングドレス。あ、これはちょっと特徴的ですね。美女ちょっと検索してみましょうか。あ、鏡の中の美女と女話を聞いた人。いつかはわからない。どこで鏡。性別が女性。名前の通り美女であるとされている。午前0時。時間はわかんないのか。なるほどね。特徴を聞いてみようか。3日以内にあるものを除くとこの回が現れて、すべての質問に正確に答えないと腕を引っ張られて別の世界に連れ去られてしまうんです。へえ、なるほどなるほど。よいしょ。3つの質問ね。服装。チヌレの何でしたっけ？ウェディングドレス？持ち物。何も持っていない。ちょっともう一回鏡検索してみましょう。出没場所で鏡の中不明。誰がとかもわかんないですよね。話を聞いた人の前に現れる。特徴、持ち物、それ以外。まあ合ってないから多分あれですよね。この中から探していくか。鏡。ウェディングドレス。あ、ここで特徴で外見的特徴でウェディングドレス探しましょう。こういう感じで探していけばいいのかな。もうありですね。チルネのウェディングドレスね。服装、この辺ね。赤いワンピース、白いワンピース、ナース服、セーラー服、ドレス。この辺ですかね。白色のブラウス、赤色の着物、赤色の服、赤色のスカート。ウェディングドレス結構特徴的でしたもんね。ドレスの中からちょっと探してみましょうか。確か田中さんと青いドレスの女は多分違う気がする。田中さん検索してみましょうか。田中さん。結婚式の前日に交通事故の顔で半分が
ぐちゃぐちゃになった。出没時間不明。あ、鏡の中女性。血濡れの、あ、これじゃないですか。持ち物がない。話を聞いた人。3日以内に鏡を覗くと3つの質問をする。すべての質問に復答に答え腕を引っ張られて別の世界に連れ去られる。この人かな。怪異である。田中さんと合ってたみたいです。なるほどね。結構時間かかっちゃいますね。資料探しがちょっともたついてしまうな。確か7時までだったんですよね。あ、いけるか。少年だ。坊主頭の野球少年。名前はたけし。男で中学生。どんな怪異？マントが特徴的な怪人でした。この間襲われたんです。へえ、マントね。赤マントですかね。よいしょ。じゃページ送りがちょっと時間かかってあれですね。焦るな。マント多分後半の方、あ、いた。マント、この辺から探していきましょうか。いつ ?12 月2日の午後9時頃。どこで？道。交差点ではなく曲がり角でもないまっすぐな道。まっすぐな道ね。誰が？親戚の小学生。へえ。特徴聞いていきましょうか。服装結構黒いマントをしていました。お、これはちょっと黒マント探してみましょうか。あ、まただね。黒マントと夜間。ああ、でも道じゃないんだ。なるほどね。あ、また戻しちゃったね。さっきの類似点で探せばよかったね。とりあえずマントで探してみましょうか。服装を聞いて、あ、2、3、5ページ目くらいでしたっけ？もうちょい先か。ここか。黒いシルクハットに黒い仮面をつけていました。そんでもって黒いマント。男性のような背格好でした。声。男性ね。四つ字の黒マントですかね。怪人級ってどんなんでしたっけ？特質。ナイフを持っていた。接触の原因。ああ、でもこれたまたまなんですかね。この辺りですかね。この辺りで探していけば。見た目男性のような背格好で。黒マントが特徴。四つ字の黒マントしてみます。四つ字で合ってるのかわかんないですけど。
これちょっと検索してみましょうか。大間時道路四筋。結構特徴的ですね。じゃあ違うんですかね。黒いシルクハット、白い仮面ですね。黒いマント。ここで類似点ちょっと探してみましょうか。マント怪人 Q、 朝の怪人 Q もちょっと検索してみよう。大間が時がかかった明け方。黒いマント、黒いシルフガット、黒い仮面、ナイフ。なんか持ってたんでしたっけ。ナイフが持ってる。子供、親戚の小学生ですもんね。子供だ。近づいてくる。こういうのってどうやって聞いたらいいんですかね。こういう行動みたいな。言われたこと。聞いた。相手の欲しいものを3つあげて、どれが欲しいと聞いてきたらしい。ターゲットの欲しいものを3つあげる。無我夢中で走って逃げたらなんとか助かることができたんです。怪人 Q ですかね。そしたら欲しいものを正確に言い当てることができる。拒否するとあの世に連れ去れる。強欲だとして嫌い。対処法は走って逃げること。走って逃げたって言ってましたもんね。じゃあ怪人 Q ですかね。どうだ。合ってる？合ってるみたいですね。なるほどね。なんとなく要領をつかめてきました。もうちょっといける？活動を続けよう。ちょっと慣れていきたいな。来たね。どうも。セクシーな女性、いいですね。名前を聞いていきましょう。レイジュさん。女で20代ね。どんな会ですか？話を聞いた人のもとに現れる。会が来る前に何とかしないと。いつ現れるかはわからない。どこで？どこに現れるかもわからない。誰が？聞いた人のもとに現れる。どんな会議？この辺ちょっとまだわかんないか。特徴を聞いていきましょう。見た目。男性ね。声。男性ね。両手と両足が欠損して全身が包帯に覆われているそうです。いいね。ヒントが出てきました。両手両足が欠損。両手両足が欠損。両手と両足が欠損しているのは木島さんだけですね。木島さんと。あなたは誰ぞやと。自分を引き殺した犯人を探すため話を聞いた人のもとに現れる包帯男ね。ジュースを折った。全身を包帯で巻かれ左目だけ覗かせている。犯人を探してくれと鼓舞し友人たちを了承し息を引き取った。一周期に彼の墓に現れ犯人が見つかれていないことを謝罪する。俺を殺したんはお前やろと叫ぶ。出没時間、出没場所も不明。
男性ね。持ち物聞いてみようか。ああ、持ってない。で、話を聞いた人のもとに現れる。ターゲットの前に現れた際、以下の言葉を言い放つ。お前を殺したんはお前やろ。あ、俺を殺したんはお前やろ。それ聞いてくか。で、怒ったことでいいんすかね。か、言われたこと。あれ、これどうやったら出てくるんだっけ。よいしょ。されたことですかね。あ、違うのか。この辺聞きたいんですよね。この辺の聞き方、聞いたこと、どんな話聞いたことかな。あ、違う、ちょっとまずい。他にいないかな。この辺聞きたいんですよね。行動。この辺聞き出せれば、あ、これかな。聞いた話の通り行動する。聞いた話の通りに行動する回で対処法も語られているので、その通りにすれば助かると思います。どういうことだ。話の聞いた通りに行動する。聞いた通りに行動する。これに対し否定をすれば木島さんは消える。ちょっと違うか。話の通りに行動する。ちょっと違うっすかね。これは怪ではないかな。木島さんではあったけど、どこだっけ。特質ね。それ以外の対処法でいいんですかね。これではなかったらしい。豊島の方に行ってしまった。ライフも3だしね。ノルマは一応達成してる。難しいな。さっきのは誰だったんだろう。木島さんでやってたんですかね。話して帰りましょう。ほう。大したきっかけはない。この相談室ができてしばらくした後、人手不足になっちゃったみたいで、電柱の張り紙で助っ人を募集。窓口にお茶組み、備品の管理、いわゆる雑事ね。へえ。ひそひそ。豊島の相談室にいた。へえ。新しい相談員のお手本のために来たってこと。向こうでも成績トップみたいだった。何曜日だけ来るとか、休日の午前中だけ。まあそうですよね。他に本業があるんですもんね、他の人は。じゃあ渡した資料に載っていない回のことを教えてやってもいいけど、次の電話が来るまで少しだけ。MMM 臨時放送。深夜遅くにテレビをつけるとカラーバーが映るだろ。あれを2時半頃に戻ると画面が切り替わってゴミ処理場が映ることがあるんだ。テロップに MMM 臨時放送と出て
ゴミ処理場の風景が続く。そしてしばらくすると暗い雰囲気のクラシックが流れ始めて、人の名前が映画のスタッフロールみたいに下からせり上がってくるんだ。その名前をナレーターが淡々とした声で読み上げる。それがだいたい5分くらい続く。最後にはこう締めくくられるんだ。明日の犠牲者はこの方々です。おやすみなさいと。同じ時間に同じチャンネルを見ていてもこれが映るとは限らないというのがこの都市伝説だ。実際に似たような放送で航空機事故の被害者を読み上げるというものがあるが、当然それは明日の犠牲者じゃない。 MM 臨時放送は未来を予知するような内容だから不気味なんだ。名前が出された人たちはその翌日どうなるんだろうな。なるほどね。じゃあ帰りましょうか。真夜中テレビですね。いや結構ミスが多かったね。判定成功200、失敗200、プラマイ0みたいなね。セーブしないでいくか。ライフがあと3ですね。レストラン、花屋、公園。立地は結構良さそうですね。今日も頑張るぞー。難しくなりそう。何日かしてもうちょっと慣れたらさらにステップアップする。いきますか。今日は名前がわかる回も出てくるから名前も聞いていこう。エプロンの女性、主婦かな。あなたの名前はNミ。女で30代です。彼の名前聞いていこう。トイレの花子さんです。名前がわかるのは助かるね。花子さん。これを見ながらやっていきましょうか。どんな回ですか。学校のトイレに現れる回でこちらから呼び出すことができるんです。今度その方法を試すことになったのでデタラメかどうか確認しておきた。なるほどね。じゃあ儀式のやり方を聞きたいな。これかなあ、これか。儀式の手順。個室のドアを、2回ノックして呪文を唱えると中からはいと返事が来るんです。3回だね。回数が違う。出没場所。小学校の3階トイレの3番目の個室。合ってるね。いつ決まってない。回数が違いますね。特徴を聞いていきましょうか。見た目、少女の姿をしているそうです。そうですね。服装を聞いていきましょう。赤いスリースカートに白いブラウスを着ているんです。ちびまる子ちゃんみたいな感じのイメージですね。髪型、おかっぱらしいです。この辺は一緒ですね。ターゲット不明と。この辺聞いていきますよ。これどうやって聞いたらいいんだろうな。特徴、違うか、さっきのか。行動っていうのがどうやって聞いたらいいのか。決まり文句。返事をしない場合も殺される。
そんな物騒な感じだったんだ、花子さんって。言われたこと？でもライフがないんですよね。この辺は合ってないからまだ聞けないってことなんですかね。じゃあ接触の原因で、でもこの辺はあれですね。ちょっと聞いてみます？それ以外でどんな話こうなるんですよね。でも儀式の手順が若干違うんですよ。回数が違う。似ている子がいるんですかね。何して遊ぶ？バリバリちょっと検索しています。バリバリ。閲覧制限がかかっています。どの回の独自性にもマッチしない。存在しない回に惑わされている相談者もいます。全く一致しない。相談フローのこれはどうしよっか。トイレの花子さん、回数が違うんですよ。3回女子トイレ3番目の個室は合ってるんですけど、されたこと、待って、ちょっと待って、怒ったこと、されたこと、見たもの、言われたこと、これ辺は多分合ってないと聞けないんですよね。どんな会話聞いてる？トイレで霊障、それ以外は合ってるんですよ。特質って聞きましたっけ？特質はまだ聞いてない。これ聞いてく？この回は返事をした後トイレのドアを開けて何をして遊ぶと言います。これに対しておままごととか遊びの名前を答えてしまうと、それになぞられて殺されるんです。返事をしなくても殺されるんですけど、助かる方法もあるみたいで、この回が苦手と言われる牛乳を見せつけたら助かったらしいです。牛乳、対処法は以下の通り、一定の回数ごめんなさいと謝る。拍手をしてからドアをノックすると出てこない。牛乳を見せる。12と答える。合ってるんですかね。はいである。やっぱ違いますよね。やっぱこういうところも気にしていかないといけないんだ。1個でも違うとアウト判定にした方がいいのか。なるほどな。すごい強そう。名前を聞いていきましょう。桜庭、バスケやってそうですね。男で30代。名前聞いていきましょう。一人かくれんぼ。結構メジャーな回が出てきて助かりますね。一人かくれんぼと一人かくれんぼ。はい。どんな会ですか？霊が取り付いたぬいぐるみとかくれんぼができる儀式で今度試すことになったんです。何も起こらなければいいんですけど、でたらめかどうか試す前に確認させてください。なるほど。
じゃあじゃなくて暇つぶしでやっていいものではないですね。確かに。儀式の手順聞きましょう。時間が来るまでに準備をします。まず名前を付けたぬいぐるみの中身の全部取り出して、代わりに米と自身の爪を入れて縫い合わせます。次に隠れ場所を決めてコップに入れた塩水を置いたら、儀式の時間になるまで待つんです。時間が来たらまずぬいぐるみに最初の鬼は私だからと3回唱えます。風呂場に行って水を張った桶にぬいぐるみを入れたら、家中の照明を消して回ります。テレビをつけて目を閉じて10秒数えた後、包丁を持ってぬいぐるみの元へ行きます。ぬいぐるみの名前見つけたと言ってぬいぐるみを刺して、今度は私が鬼と言ってコップを置いた場所に隠れます。ああ、君が鬼だよと。コップの塩水を口に含んだ状態でしばらく持つと奇妙な物音がしたり、いろんな怪異現象が起こるそうです。かくれんぼが終わるときは隠れ場所から出てぬいぐるみを探します。置いたはずの場所にいないこともあるとか。コップと口の中に残った塩水をぬいぐるみにかけて私の勝ちと3回唱えたら終わりです。合ってますね。合ってますねって別に僕やったことはないんですけど、知ってるんですよね。彼のことは知ってるのでおおむね合ってるんですけど、そうですね、昔はテレビの砂嵐があったのでこのテレビは使えたんですけど、今確か砂嵐がないのでこの辺は省略されているとかいないとか。いつ？午前3時から5時。牛蜜時ね。どこで？家の中。おおむね合ってるか。で怪現象が起こるとされているも言ってたね。これはそれ以外で合ってるんですかね。特徴で特質。じゃあ合ってるんですね。合ってるじゃないんですか。怪を呼び出す方法は本物みたいです。試す前に電話してよかった。これからどうしたらいいですか。怪を調査してくれるんですね。やめましょうよ。よかった。回復しました。やらないでください。さあ、名前が分かってるとスムーズで助かるんですけどね。はい、もしもし、おかっぱ頭の男。名前を聞きましょう。カムイ。男で30代。名前わかります？赤い玉と青い玉。どんな人でしょうね。検索してみよう。玉の字が違う。青いが名前になってる。青い玉。はい。色違いの何かをどちらが欲しいかと問いかける会。へえ、場所聞いてみましょうか。高校の1階女子トイレの鏡。合ってますね。誰が？襲われたのは俺です。ちょっと待った。どういうことだい？女子トイレの鏡であなたが襲われた？高校の30代の男性？ご職業をお伺いしてもよろしいですか？
これを聞きたいな。これは特徴で聞けるのかな。俺が把握している限りは特にありません。特にありません。自分だから聞かれたことを聞けばいいかな。え？じゃあ不明、年齢不明、出没時間、持ち物、ターゲット。見た目は怒られちゃう。この辺聞きたいな。質問の仕方が難しいですね。国語ができない。どんな話、見たもの、聞いたこと、言われたこと、怒ったこと、待って。どういうことだ？色違いのものをどちらが欲しいかと尋ねる会。この間遭遇したんですけど、なんとか助かりました。どんな会？いつどこで誰が？接触の原因、特徴。接触の原因？どうして使ったもの、書いたこと。色違いの玉をどちらが欲しいか書かれた。ほう。言われたこと。この辺聞いていきたいんですよね。この辺詳しく聞ける質問ってどれなんでしょう。それ以外かな。あんまり時間をかけるとあれですね。焼け死に青い玉。対処法は返事をせずに立ち去ること。合わせ鏡、鏡の中の老女、田中さん。鏡の会。欲しいと言った玉が差し出されるが、赤い玉に触れるとその瞬間焼け死に。情報がないですね。いつ午後8時頃。時間がね、不明なんですよね。年齢もターゲットも不明。会の名前、どんな会？色違いの持ち物。あ、まずい。これ、ちょっと待って。これ、合ってるでいいんですかね。ゲームオーバーになりそうだな。ゲームオーバールートも見てみたい気はする。違うらしい。これライフがなくなったら、産地ゼロになったらどうなるんでしょう。泣き出した。気分も雨だよ。これクリック。
そっか、仕方ないわね。向いてなかった方の人間。あ、普通に辞めちゃうんだ。退職ルートですね。お電話ありがとうございます。こちらはキテレツ相談ダイヤルです。なるほどね。1日目までしかあれか。まあここからでいいでしょう。ベッドに入りで2日目からやっていきましょう。2日目は確か会員の名前がわからない相談をされるところからでしたね。探し方が結構難しいですね。僕が下手なだけかな。今日は名前がわからない相談と。やりましょう。雪が降ってます。あ、同じ人ですかね。小向井さん。あ、同じ人か。あなたのこと、男で40代。あ、名前はわかんないんだよね。どんな会ですか？おー。川島さんでしたっけ？あれ、確かこの人は会だったんだっけ？夢を見た。片手と片足がない。午後11時。坂道ね。特徴を聞いていきましょうか。鹿島さんではなさそうですね。よく覚えてないそうです。あ、待って、これ誰がとか聞いとかないとね。親戚の老人です。鹿島さんではなさそうですね。特徴を聞いていきましょうか。見た目がわからない、覚えてない。身体、これも覚えてない。じゃあ聞いた話を回さなかった。手をよこせ。この辺も田中くんと田中さんがいるみたいですね。夢の中は違うから特徴を聞いていきましょうか。覚えてないですよね。特にありません。情報が少ないですね。見た目に関してはわかんないんですかね。声、持ち物覚えてない。じゃああれですね、坂道から探していきましょうか。出没場所の道、屋外、廊下、体育館。ここはこの辺ですかね。高所、トンネル、山、海、池、川、田園、踏切、公園、森、道路。あ、この辺か。道路、坂道ありますかね。坂道は
坂道はないから道路から探さないといけないってことですね。午後11時のでも鹿島なんですよね。鹿島はよいしょ、この辺か。道路鹿島的なのいないですよね。道鹿島黄色、この辺ですかね。鹿島的なのは鹿島黄色、ちょっと鹿島黄色ちょっと検索してみましょうか。黄色と不明、坂道不明。この辺聞くのって覚えてないんでしたっけ。特筆特になし不明。わからないことが多いですね。それ以外で起こったこと聞いたらあれですかね。関係ないって言われちゃいますかね。坂を登る人、60歳以上の年齢と黄色が好きであることを答えなければいけない。60歳、服装、特質、髪型、体。午後11時。時間は不明。細い坂道って言ってましたもんね。由来不明の鹿島と名前の持った貝の一つ。これは合ってるでいいんですかね。食の貝、これは貝でいいんですかね。鹿島黄色と情報が少なすぎて何とも言えないですね。合ってる？合ってるみたいですね。成功したみたいです。なんとか。なるほど、こういう感じで絞っていけばいいんですね。さっきのおばあさんだ。名前聞いていきましょう。温泉ね。70代の女性と。どんな会ですか？その話を聞いてしまって会のもとに現れる。いつ？夢の中ですね。就寝中。どこで？夢の中です。出没場所が夢さっき見ましたね。背中にしがみつく老婆、そんなのもいるんですね。夢結構いた気がするんですよね。夢こっから絞り込めるかどうか。怪異じゃないパターンもありますからね。夢の中ありました。ここから探していきましょう。話を聞くと来る。いつどこで誰が。聞いた人のもとに必ず現れると。鹿島さんも確かそんな感じでしたよね。特徴を聞いていきましょう。性別を知りたいな。見た目で青年の姿。じゃあ鹿島さんではないのか。
話しかけてこないかい。じゃあ猿夢も消されますね。あと足取美奈子さんも違う。田中くん、で、右半身がぐちゃぐちゃの回です。ってことは服装わからないと。特筆、聞いた話の通りに行動する回です。対処法も語られているのでその通りすれば助かると思います。では田中くん、なんかそれっぽい雰囲気ありますよね。さっき検索したのは田中さんでしたよね。ツーリング行方不明、事故の形跡が見当たらなかった。バイク事故で死亡する。顔の右半身がぐちゃぐちゃになっていた。で夢の中出没時間が就寝時。で話の通りに行動する。同じように背後から肩を叩かれ振り返り、後日事故で顔を一緒。あ、そうだよね、さっき見たね。夢で田中に振り向くなと語り継がれている。振り向いたら振り向かなければいいってことか。青年、右半身がぐちゃぐちゃ。話を聞いた人、話は数日以内に現れ、まあおおむね合ってるか。背後から肩を叩く。交通事故に遭って死亡する。この辺を使って起こったこと、多分これは違うんですよね。接触の原因は違うか。でも田中くんっぽいですよね。交通事故に遭って死亡する。田中くんで言ってみましょうか。判断早すぎるかな。どう？合ってる？違うの？何が違ったんだろうな。他の資料も見ればよかったな。まあまだライフはあるので行きましょうか。あ、坊主頭の少年だ。名前はたけしね。男で中学生ね。マントが特徴的な怪人でした。この間襲われたんです。なんとか助かりましたけど。いつ？午後6時頃ね。どこで？学校のトイレ。誰が？親戚の小学生ね。学校のトイレ。出没場所。特徴もうちょっと聞いていく？マント。ちゃんちゃんこ。ですかね。見た目覚えてない。覚えてないそうです。この辺わかんないですかね。よく覚えてないそうです。赤いマントね。赤いマント。出没場所のトイレから赤いマント探してみましょうか。うわ、いっぱいいる。赤マント、青マント。マントですもんね。
あと赤がつくもの。で持ち物、ナイフを持っていました。赤マントちょっと検索してみましょうか。学校のトイレ、大間が時、服装は赤いマントでナイフを持っている子供、小学生の子供ね。この辺どうやって聞けばいいんだろうな。特徴で覚えてないんですよね。聞いたこと、言われたこと。赤いマントはいらんか。引っ換え、いいえと答えたので助かったんだと思います。肯定の返事をすると背中にナイフが刺され、まるで赤いマントを羽織っているかのような姿にさせられる。対処法は否定するか返事をせずに立ち去ること。赤マント、対処法いいえ。赤マントかな。赤マントっぽくはあるんですけど、どうだろうか。お、これは合ってるみたいです。今のところミス1回ですね。もうちょっといける？もうちょっと行こう。電話待ちです。お、来た。どうもレイジュ、そう、レイジュさん。女で20代。この人も分かんなかったんですよね。話を聞いた人のもとに現れるカイ。その話を聞いてしまってカイが来る前に何とかしないと。どういう話？いつ現れるか分からない。どこで？分からない。誰が？必ず現れる。おばあさんと同じですね。見た目は女性ね。服装聞いてみようか。服は着ていない。全裸ってことですか？聞いた話の通りに行動する回です。対処法も語られているのでその通りすれば助かると思います。服着てない。髪型わからない。声、見た目が女性で男性の声をしている。何も持っていない。え？今のところ全くわかんないですね。年齢性別で女性ね。いっぱいいるんですよ、女性。時間もわからない。話を聞いた人の前に現れる。話の通りに行動する。いっぱいいるんですよね。声が男性なんですよね。どこでだもんね。じゃあ
外見的特徴で、外見的じゃないか。あれ？ああ、出没場所。どんな話って聞いたら怒られますかね。その話を聞きたいんですよね。聞いてみようか。どんな話？お、よかった。ある日ある人物がひき逃げにあって重傷を負い、見るも無残な姿になっていました。その人物は友人たちに包帯から左目だけ覗かせて犯人を探してくれと頼みました。友人が承諾すると駅を引き取りますが、犯人が捕まることなく1年経過してしまいました。友人たちは、墓前で犯人が見つかっていないことを報告しました。すると突然彼らは目の前に亡くなったはずの人物の霊が現れて、俺を殺したんはお前やろ。あれ？見たな。誰でしたっけ？木島さんでしたっけ？田中くん？全身が包帯で、木島さんかな。木島さん？この辺ちょっと検索してみようか。木島さんで、見た目が女性なんですよね。そうですよね。過ごす。おおむね合ってるんですけど、見た目が女性なのがちょっとこれは別の人？もしかしてトンカラトンリリーさん。声は男性と注射男とか。ちょっと検索してみます。そっちじゃない。そっちじゃない。違う。閲覧制限がかかってます。見れないですね。じゃあリリーさんやってみます。閲覧制限がかかってますね。じゃあはいではない。木島さんで年齢性別ですかね。年齢が聞けてない。年齢はわからないですね。特徴でも年齢性別で年齢がわかんないです。ほう、どう？合ってる。
合ってました。なるほどね。4人対応して今日のノルマは達成した。トンからトンって何ですか？もう一人だけやって2日目終わりましょう。エプロン姿の女性ね。名前聞いていきましょう。Nみさんね。どうも。30代女性。デタラメかどうか試す前に確認させてください。これは得意ですよ。はい。儀式の仕方を聞きます。儀式の手順。儀式の時間が来るまでに準備し、まず名前を付けたぬいぐるみの中身を全部取り出して、代わりに米と地面の爪を入れて縫い合わせます。隠れた場所を決めて、コップを入れて塩水を置いたら、最初の方には私だからと3回唱える。風呂場に行って水を張った桶にぬいぐるみを入れて、家中の照明を消して回る。今度は私が、あなたが鬼と言ってコップを置いた場所に隠れる。隠れた場所から出てぬいぐるみを探す。私の勝ち。合ってるね。午前3時から5時。合ってる。家の中合ってる。誰が？一人で合ってる。これは一人かくれんぼで合ってるんですかね。どうだろう。よかった。知ってる人でよかったです。じゃあ2日目終わっていきますか。時間もいい時間ですしね。とりあえず2人と話していきましょうか。スキップして話していきましょう。これね、真夜中テレビね。これどっかで聞いたことあったんですよね。じゃあ帰ります。2日目からですね、難しくなるのは。いいですね。セーブしておきましょう。はい。さあ、こっから名前の分かってる回と名前の分からない回が混ざってきます。3日目クリアできるかな。今日も出勤していくぞ。はい。よし。今日も頑張るぞいと。今日は雨です。雪の次の日、雨は最悪ですね。さあ、電話です。もしもし。おお、マッチョ。どうぞ。お名前は？桜庭。
男で30代。名前聞いていきましょうか。お、赤いハンカチ、青いハンカチ。名前が分かってるのは助かりますね。赤いハンカチ、青いハンカチと。夜間、学校のトイレ個室。午後6時頃、夜間ではないか。どこで？高校の2階女子トイレ一番奥の個室です。ほう、随分と詳しいんですね。誰が？襲われたのは俺です。ここが一番問題なんだよな。この辺が聞ければほぼ分かったようなものか。見た目もうトイレで言われたこと、赤いハンカチと青いハンカチどちらが欲しいと聞かれました。何も答えなかったので助かったんだと思います。返事をせず立ち去ること。合ってるか。合ってるっちゃ合ってるんだけど、どうして女子トイレに入ったんだい？会ではあると思う。おそらくきっと。なんで？あれ？違ったらしい。何が違ったんだろう。おおむね合ってたと思うけどな。出たんです。土の子。へえ。とりあえず名前。はあ。男で30代。はあ、土の子で。どんなやつ？おお。一応調べてみるか。土の子ね。親にでも聞いてくださいってなんだろう。どこで？山ね。体長30から80ほどの短いヘビ。へえ。眉毛？頭は三角形の形をしてる。眉毛があるんだ。ヘビではないまぶたがある。へえ、猛毒持ってるらしいですよ、土の子。気をつけてくださいね。はあ、見た目土の子。見た目は土の子。シャクトリムシみたいに体を屈伸させて進んでた。体を屈伸させて進む。はあ。へえ、以下の条件を満たすと賞金を受け取ることができる。生存確保1億円。遺体確保100万円。写真撮影でも10万もらえるんだ。眉毛があったっていうのは何なんだろうね。
山の毛ってなんだろう。なんかこれっぽくないですか？眉毛があるっていうのは怪しいですよね。ネッシー、声鳴き鳥かな。声食い鳥。カッパ。日本酒が好き。眉毛。はあ。写真は撮ったのかい？写真でも10万もらえるらしいですよ。ちょっと類似回探してみますか。犬ぞり小僧って何ですかね。大ぞり小僧か。出てくる。おお、ソリ。違う。これなんて読むんですか？何小僧？声食い鳥。声食い鳥か。山の毛。閲覧制限がかかってますね。へえ、存在しない会に惑わされてる。相談フロー6ページを参照しよう。マニュアル見れます？相談フローの6ページ見てみましょうか。6。あ、大淵って読むんですね。ありがとうございます。で、山の毛は入れたのやつ全然わからん。そういう会がいるんですね。会でないの判断時には矛盾点を除いた情報が一致する会がいる。まずはその会の名前を伝えて5の1同様に矛盾点を指摘する。ごくまれに該当なし。なるほどね。相談者から消えた会の独自性と資料に書かれた情報が全く一致しない場合があります。その際は会ではないと判断した後、該当なしと伝えましょう。矛盾点を除いた情報が一致する会がいる。矛盾点を指摘する。まあ、土の子ではあるんだろうけど、眉毛があるっていうのが分かんない。会ではないにしてみるか。会ではないで、特徴で、これか。眉毛がある土の子もそれはそれで気になるけどね。大淵って読むんですね。後で検索してみよう。大淵小僧ね。お、少年。活発そうな男の子。名前を聞きましょう。ライト。今時っぽいですね。ようやくニックネームみたいな名前が出てきました。小学生。わからない。異世界に行くための儀式で今度試すことになった。デタラメかどうか確認しておきたくて。へえ。異世界転生ものでもするのかい。接触の原因で儀式の手順。4回、2回、6回。あ、これエレベーターのやつか。2回、10回、6回の順に移動します。最後の階に着いた時、若い女性が乗ってきたら1階を目指します。すると1階には降りられずに10階へ上がっていきます。到着すると異世界につながっているんです。
これはですね、聞いたことありますね。資料で、儀式。エレベーターですね。異界エレベーターね。異界エレベーター。10階以上の建物行き、4階、2階、6階、2階、10階、5階移動する。5階について若い女性が乗ってきたら1階のボタンを押す。エレベーターは1階に降りず10階に登っていく。ドアが開くと異世界で下がる。5階に着く前に誰かが乗ってきた場合は儀式が失敗する。4階、2階、6階、2階、10階、5階。回数が違う。どこで？そうだね。いつ決まってない。一人でね。特質聞いてみましょうか。特にない。回数が若干違うんですよね。合ってるかどうか知りたいんですよね。ちょっと他のエレベーター回も検索してみましょうか。女だもんな。エレベーターの女、あ、間違えた。エレベーターの女とか閲覧制限がかかってます。閲覧制限がかかってます。あ、これあれか。大文字じゃないといけないですね。エレベーターの階。閲覧制限が結構かかってて見れないですね。まあでもライフはあるんで、これはうわ、どうだろうな。確認したいんですよね。若い女性が乗ってきたら1階のボタンを押す。2階、4階、2階、6階で、2階で10階、5階の順に移動する。これは階ではあります。階が違うんですよね。どうなんだろうな。
やっぱ回が違うんですよね。1個でも違ったらノルマは一応達成してる。もう1回やってマイナスをゼロにして帰ろうか。次成功すればの話ですけど。さあ次の方、女の子だ。名前はメイコちゃんね。小学生の女の子。会の名前はわからない。どんな会？ひどい悪夢を見ました。次の同じ夢を見たら私は死ぬんです。お願いします。助けてください。夢の中。どこで？夢の中。え？それ以外で起こったこと。あの夢を見ただけなら怪だなんて思いませんでした。数年が経って夢のことを忘れて、ついこの間またあの夢を見てしまったんです。夢は私の後ろの乗客が襲われているところから始まりました。すぐに私の番がやってきました。目を覚まさないと死ぬと思って何度も心の中で念じました。すると何とか起きることができたんです。ほっとして起き上がろうとした瞬間、また逃げるんですか？次に来た時は最後ですよと。夢の中で何度も流されたアナウンスと同じ暗い声がすぐそばで聞こえたんです。最後ですよ、暗い声。猿夢か？電車って言ってたっけ？アナウンスだけだったか。違うか。あ、夢を見てから数年後、忘れていた頃に再びこの夢を見ることになる。なんとか夢から攻めるか安堵して起き上がるとして、また逃げるんですか？次に来た時は最後ですよと。暗い声が出る。次に夢を見た時がその人物の最後であるが、当然のことながら最後の夢を見た者からの情報は得られていないと。どんな夢？無人駅にいました。そこに電車がやってくるんですけど、普通の車両じゃなかったんです。遊園地のアトラクションにおしゃれの電車ってあるじゃないですか。車両が座席になっているあれです。5車両目だったので5人で乗れる仕様でした。すでに何人か座っていたので、私は前から3番目の空席に座ったんです。電車が動き出してしばらくした頃、次は池作りですというアナウンスが流れてきました。すると突然刃物を持った4人の小人が現れて、一番後ろの乗客の体を先に内臓を取り出したんです。次はえぐり出しですとアナウンスが流れて、スプーンを持った2人の小人が現れました。小人は私の後ろに座り、乗客の両目をスプーンでえぐり取ったんです。次は、ひき肉でしたっけ？アナウンスが流れ、いよいよ私の番です。ミートミンサーを持った一人の小人が現れましたとさ。死を覚悟したその時、寸前のところで目を覚ました。ひどい悪夢です。最後に自分のミートミンサーは何とか読める安堵が出て、小人が2人スプーンを両目でえぐり出す。猿夢で合ってるのかな。前から3番目の空席に座ると5つ列になっている。池作りです。不明夢の中無人駅。遊園地のアトラクション。猿夢ですかね。
どう？合ってるとするならば君の未来はもうないけど。中学生になれるといいね。じゃあ帰るか。今日はこんなところで帰りましょう。帰ります。お疲れ様です。話してから帰りましょう。会長のことについて聞きたい。東さんが会長さんらしい。変わった人よ。まあ変わってなきゃこんな相談室作ってないでしょうけど、いつも深夜に報告書を回収しに来るのよ。たまにだけど変な時間にふらーっと様子を見に来ることもあるみたいでね。私も一回だけ会ったことがあるの。変わった格好してシルクハット。へえ、あれじゃあ私たちが扱ってる怪異と見分けつかないわよ。なんちゃって。でも悪い人じゃなかったわよ。差し入れでお茶菓子いっぱいくれたし。へえ、会長も怪異説あるのか。コインロッカーベイビーは知ってますね。ある時、ある女性が望まぬ子を妊娠し、一人で出産した後、赤ん坊を駅のコインロッカーに入れて立ち去った。数年後、ずっと避けていた。その駅に仕事の都合でどうしても立ち寄らなければならなくなる。女性がコインロッカーの前を通り過ぎようとした時、ロッカーを背にして泣いている子供を見つけた。周囲の人間は関心がないのか見向きもせず通り過ぎていく。女性は立ち止まり子供に話しかける。優しくなだめ泣き止ませるとこう聞いた。お父さんは？子供はうつむいたまま首を横に振る。続けてお母さんはと尋ねて、すると子供は突然顔を上げて女性をぎらりと睨みつけた。お前だ。20年くらい前から頻繁に起こってただろう。コインロッカーに赤ん坊が捨てられるっていう事件。1970年から3年間で40件以上だったか。73年には流行語にもなったんだぜ、コインロッカーベイビー。突然起こった事件が元になって都市伝説が生まれたことは多々あるが、こういう話はやらせないよな。なるほどな。大森さん結構話してくれる人だった。帰ります。お疲れ様です。セーブして。これ合計のポイントも関係あるんですかね。あ、待って。これセーブの仕方がやりましたね。まあいいや。セーブしましたと。この中に A 型がいないことを願って出ます。意味わかんないセーブの仕方してましたね。結構慣れてきたんじゃないですか。でもあれだね、知ってる回が来てたので。やべえ、 A 型いる。今日は雪です。今日もよろしくねと。どっちも回されると。よーし頑張るぞい。お、来た。はいどうも。困ってるんです。お名前は？ビビアン。20代の女性と。名前はわかる？分身様？分身様。ドッペルゲンガーと違うのかな。紙に文字や記号を書いて例を呼び出し質問を答えてもらう恒例術。紙に赤いペンでお土産50音数字イエスノーを書き机に置く。参加者全員で1本の赤いペンを握る。
男子は左手、女子は右手を使う。結構指定が多いですね。全員で丸さんの分身様来てくださいと答える。これ誰とかの分身を答えるってことですかね。参加者の中の。成功すると呼び出した人物の分身がペンに取り付き、これを動かしてどんな質問にも答えてくれる。途中、質問を終えた後、使った紙を何枚にちぎるか聞き、お土産の位置を通らせて終了する。紙を指定された枚数にちぎって燃やす。どんな会議？紙に文字や記号を書いて呼び出した会議にいろんなことを占ってもらうんです。子供の間で流行っているみたいなんですけど、占いを本気にしてのめり込んじゃう子も多いらしくて、だからその子たちがやっている方法で本当の霊を呼び出せるか判定してほしいんです。なるほどね。では恒例術手順を聞いていきましょう。指定された文字と記号を紙に書き、机などの平たい場所に置きます。参加者全員で握って道具を紙の上に立てて、自分が唱えると霊が来て質問に答えてくれます。合ってるね。聞きたいことを質問して終わった後、使った紙は指定された枚数にちぎって燃やさないといけない。合ってるね。呪文。分身様来てください。合ってるね。じゃあ特質ない出没場所とかも不明なんですけど、この辺聞いてたらわかるんですけどね。午後4時頃にやりました。どこで？学校の教室でやりました。誰が？一人でやりました。特徴。一人ではできないんですけどね。それ以外。そうですよね。ではエンジェル様も確か一人じゃできないはずなんですよね。紙に文字や記号を書く。はい、この辺書いたこと、紙に書いたことみたいなの聞ければいいんですけどね。書いたこと。お土産50音数字イエスノーです。合ってるには合ってるんですよね。回は合ってるんですよ。まあでも合ってるっちゃ合ってるか。一人でやったのは問題ではあるけど、やり方的には合ってるかな。条件みたいなのはここでは聞けなさそうですもんね。見たもの、聞いたこと、されたこと。合ってはいそうですね。はいです。何が違った？一人でやるってこと？それはさ、やったものが原因なんじゃない？儀式なんか違ったかな？
名前は姫川ぽいですね。姫川さんのような顔をしてますね。偏見ですけど。20代の女性とサトルくん。おー、サトルくん。はい、公衆電話。10円玉を1枚だけ入れて自分の家に電話をかける。呼び出し中でサトルくん、サトルくんおいでください。サトルくん、サトルくんいらっしゃい。いらっしゃったらお返事ください。これも高齢術か。決まってない。不明ですね。病院に公衆電話があるのでそこでやる。公衆電話ね。じゃあ儀式の手順を聞いていきましょうか。唱えて呼び出し状態のまま家に帰り、鳴っている電話に出る。はいはいはい。電話をかける。呼び出し中に呪文を唱えたら呼び出し状態のまま学校に行って鳴ってる電話に出るんです。学校、電話が異世界につながって、学校、呪文を聞いてみるか。呪文。サトルくん、サトルくんおいでください。いらっしゃったらお返事ください。うん。合ってるっすね。この辺聞いてみるか。この辺。特徴で、声。少年の声をしている。電話をしている間、後ろを振り向いたらいけないそうです。一つでも破れたあの世に連れて行かれるとか。そうだよね。自宅じゃないもんね。この質問に答えるが、質問をしなかったり、自分で答えを知っていることを質問してはいけない。質問を終えたらサトルくんからの質問に答えなければならない。そうなんだ。多分違うかな。儀式の手順で、あれ、これね。3か。3かな。まあでも家に帰って出れば多分出てくれるよ、サトルくん。いいっすね。これぐらい分かりやすいと助かる。なるほどね。お、はじめましての人ですね。名前を聞きましょう。ほなみさん。20代の女性と。名前は知ってますか？わからない。複雑な道順を進み、夢の回でこの話を聞くと全く同じ夢を見るんです。道を間違えると目が覚めなくなる。夢を見る前に何とかしないと。道。夢の話ですね。話を聞いた人物の夢へその日のうちに現れる。昔は怪異の名前を逆から読むことで夢を回避できたみたいなんですけど、今は唱えても効果がないらしいです。当日中。夢の中。当日中ね。出現場所ね。
逆から読むと、これ結構あれですね。夢、田舎道、そういうのもいるんですね。あ、いた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 。この話嘘。そうしなはの子。ある日メリーさんという女性が交通事故で命を落とした。あ、でも違うか。小指ですもんね。名前はそれっぽいけど違いますね。うわ、では接触の原因ではなく、それ以外でどんな夢。駅から始まり、そばにいる黒猫についていくと2つの分かれ道をたどる。右の道に行ってしばらくすると寺が見えてくるので、扉を右手で開けて2つ目の扉を左手で開けます。中に置かれた2つの巻物のうち右のものを持ってきた道に戻ります。間違えずに駅まで戻れば夢から覚めることができるんです。それっぽいのは名前ではわからないですね。就寝中、夢の中、当日中、話を聞いた人、足取美奈子さんは転んだら死んでしまう村とか、道を間違えたらダメなんですもんね。これはどういう話なんでしょう。閲覧制限がかかってます。見当がつかないですね。赤いワンピースの女の子、足取美奈子さん。黄色いミイラ、され嫁、死神ババア、総分税、全部嘘。言葉遊びが起源の回。あ、駅前にいる黒猫についていくと2つの分かれ道にたどり着く。右の道に行ってしばらくすると寺が見えてくる。寺の扉を右手で開け、2つ目の扉を左手で開ける。部屋に置かれた2つの巻物のうち右のものを持っていく。その後に来た道を守り戻り、各地点で来た時の同じ動作をする。一つでも間違えると夢から出られなくなる。対処法が今はない。もう一回聞いてみましょうか。どんな夢と、この辺ね。駅から始まり、黒猫についていき、2つの分かれ道、右の道へ行って寺が見えてくる。扉を右手で開ける。2つ目の扉を左手で開ける。巻物のうち右を持ってきた道を戻る。夢から覚めることができる。合ってるね。
ターゲットは聞いた日の夢に現れ、話と同じことをしなければならなくなる。これは現在では呪文を唱えても夢から覚めなくなることが、じゃあこれですかね。なんでナーフされたんですかね。合ってるかな。合ってるらしいです。現在ナーフされて対処法がわからなくなってるそうです。気をつけてください。ノルマは達成してる。4人はやっていくか。4人ないし5人やっていきましょうか。電話来るかな。カバヨダリツとホアヨダリツの仲間か。そういうのもあるんですね。何、譲渡地方の女の子って言ってた？違う、ショートヘアの少女。H ミ女子高生ね。会の名前はバファシサロ。へえ、バファシサロ。はい。いつ？午前0時頃に来ると決まっています。午前0時ね。どこで？家の前。部屋に来る前。誰が？わからないと。戦争によって死亡した音楽家。ターゲットの家または部屋のドアをノックする。バファシサロと名前を呼ばずに開けた人を血濡れにして殺す。血濡れになって死亡するのは、この怪が戦争で血濡れになって死亡したことが由来だとされている。音楽家あんま関係なさそうですね。どれ？特徴を聞いていきましょうか。ドアをノックして呪文を唱えずに開けた相手を襲うんです。助かるためにバファシサロと一回唱えてから開ければいいんだとか。見た目、男性の姿をしているそうです。家の前っていうのがちょっとあれですね。ここちょっとわかんないですね。でもターゲットの家またはドアをノックするってことは前に現れてるってことですよね。持ち物わからない。情報これぐらいですもんね。バーサレ対処呪文から派生してられたバファシサロ。体わからない。服装わからないと。でも合ってるんですかね。これは合ってそうな気はしますけどね。バファシサロと一回唱える。呼ばずに開けた人を血濡れにする。合ってるかな。これは貝である。
ああ、よかったです。合ってるそうです。助かるといいですね。というわけで30分ほど早いんですけど上がろうかな。4人対応しましたしね。あと1人いけそうか。5人くらいできたらやるか。もしかしたらポイント何かに必要になるかもしれない。うわ、ツインテールの女の子。何をお困りだい？コッペ。小学生の女の子。わからない。下半身がない貝らしいです。近くのある場所に出るっていう噂で、でたらめなら気にせず通れるんですけど、下半身テケテケですかね。わからないと。誰が？わからない。聞いてみましょうか。年齢も性別もわからない。肘を使って移動するときにパタパタという音を立てるそうです。捕まえた相手を自分の仲間にすると聞きました。パタパタ。下半身がない。特徴で頭部が欠損。下半身が欠損。こんなにいるんですね。あ、パタパタっているんですね。パタパタさんとパタパタは別。それ以外でどんな話？それを聞きたいんだけどな。下半身がない。パタパタをちょっと検索してみましょう。パタパタ9。パタパタ。下半身が欠損している。腕を使って移動する。パタパタと音をする。持ち物聞いてみるか。注射器と2を持っているそうです。注射器と2を持っているそうです。どういうこと？2って何？ターゲットの下半身を切断し自分の仲間にする。持ってるものは違いそうですね。パタパタさんは宮城県。違いそうですね。持ち物もなしと。宮城にそんな物騒なのがいるんですね。ペタペタ。ペタペタっていうのは何だろう。ペタペタ。閲覧制限がかかってますね。見れないです。ちなみにテケテケはそうですね、結構具体的なストーリーがあるんで違いそうですね。貝の名前この持っているもの注射器2っていうのが気になるんですよね。注射器2個持ってるってこと？シャカシャカ。でも足音はパタパタなんですよね。
じゃあ違いますね。ひたひたペタペタ、ひたひたパタパタ、テケテケコツコツ。もうオノマトペだらけで分からなくなってきますね。ペタペタ。あ、パタパタね。パタパタなのかペタペタなのか。この人は持ってないんですよ。鎌とハサミなんですよね。じゃあ違うのか。はいではないです。パタパタで持ち物が違う。どう？下半身がないのに注射器を持って報復前進で歩いてくる怪。なかなかクレイジーですね。じゃあもう帰るか。帰ろうか。お話をして帰りましょう。お？ああ、美佐子ちゃんのことも聞かせてよ。勉強の時間。帰ってから勉強してるんだ。秘密。へえ、何かありそうですね。じゃあ今日も大森から回を聞きましょう。お、世に知られていない回の話。こけし村。福島県のある山奥には属性との交流を嫌い独自の文化を築いてひっそりと暮らす集落があった。そこでははるか昔より、息災延命や薬剤、家内安全を、祈願して行われる伝統的な儀式がある。その儀式に必要なのはただ一つ、森娘という女の存在だ。漢字は守る娘と書く。何十年かに一度村から一人ある条件を満たした少女が森娘に選ばれる。森娘は儀式を通して神にその体を捧げ、身を捧げ世代交代の時が来るまで村を守り続けるんだ。その森娘の儀式というのは、汚れを知らない未婚の生娘のありとあらゆる汚れを取り除くことだ。汚れっていうのはまあ平たく言うと煩悩かな。その村は神道でも仏教でもない。独特の価値観で神を信仰していたらしく、目は汚いものを映す、だからそぎ落とす。耳は汚い言葉を聞く、だからそぎ落とす。口は汚い言葉を、セリフを吐く、だからそぎ落とす。足は罪やその身を運び、手は罪を犯す、だからすべてをそぎ落とす。こうして完成するのが手足をなくして、まるで顔のないこけしのような姿になった森娘ってわけだ。森娘は体の輪郭に沿って作られた、棺桶の基盤ねに入れられる歴代の森娘たちがいる地下室に安置されるそうだ。こけしのような木箱がずらりと並ぶ。だからこの村はこけし村と呼ばれている。異界にある村の類じゃないけど、こけし村は地図に載っていないんだってさ。見つけ出すのは困難だろうな。帰ろうか。今のところ会に会ってはいないね。セーブしましょう。いいね。ポイントも溜まってきました。よっ、無事終了と。いつかです。
く死んでないですね。聞こえてます？あれ聞こえてない？マイク反応がしてますね。音聞こえてないですか？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。どうだ？治ったかな？接続し直してみました。これでどうですかね？ちょっと治ってます？ああ、治ったっぽいですね。 OK です。まあね、時間も時間なんでね、まあこういうこともあるでしょう。大丈夫そうですね。では5日、今日は5日で終わりにしましょうかね。時間もいいところですし。じゃあ5日目の行動を始めましょうか。さあ、今日から早速会議からのお電話ですか。赤い斑点着せましょう。ああ、話を聞いてみる？対処法何でしたっけ？あ、ここから見れるのか。赤い斑点、なんかそんな感じの名前でしたね。特徴で決まり文句、イエスのこの辺ですよね、確か。そう、赤い斑点でいいんですかね、普通に。赤い斑点、これどうすんでしたっけ？見せましょうか。対処法は否定するか返事をせずに立ち去ること。電話切るか。これでいいのか。あ、判定は失敗らしい。
なるほどね。普通に対処してはダメらしいです。理解しました。ガチャ切りしてしまいました。はい。匿名希望の方、40代の男性、名前はわからない。どんな会ですか？会だとは思うんですが、正直よく分かっていません。話を聞いて判断してほしい。おそらく12年前。誰が？娘です。当時はまだ幼稚園児でした。見た目、少女の姿をしていたと以前聞いたことがあります。少女ね。わからない。わからない。お、白いワンピース。ちょっとここから探していきましょうか。特質は初めて会った以降、たびたびその場で現れたと聞きました。その度に何か喋っていたようです。当時私たち両親は絵本のキャラか何かを現実に得るものとして話しているのだと思っていました。ふーん。外見特徴で、服装、白いワンピース、巨体、頭部が小さいと、太っているとかもあるんですね。服装、あったあった。白いワンピース、名前的にはゆきちゃんっぽいですよね。ゆきちゃん調べてみましょうか。名前わからないんですか？ゆきちゃん。ランドセルを背負った少女の会。ターゲットは子供。欲しいものに対して強いこだわりのあるわがままな子供の前に現れ、自分が持っているものをあげようかと提案する。J は言われたことですかね。昔モセガメが真似をしているのを見たので、おそらくこんなことを言われたのだと思います。良きのランドセルは魔法のランドセル。願いを込めて毎日大事にすれば綺麗な赤色に変わっていくの。どういうことだ？綺麗な赤色、良き魔法の願い。色に対してこだわりを見せると、ゆきちゃんは歌を歌うように次の言葉を口にする。ゆきのランドセルは魔法のランドセル。願いを込めて毎日大事にすれば綺麗な赤色に変わっていくの。ターゲットが欲しいものを受け取った後、たびたび夢の中に現れ、同じ言葉を繰り返す。起こったこと。行方不明になりました。本当に後悔してるんです。彼女が夢に出ることごとに理想の色へと近づいていくが、同時にターゲットの体が衰弱している。欲しがっていたものと同じ色になる頃にはげっそりと痩せこけ、起き上がることも困難となる。ターゲットのは色に満足した数日後、ゆきちゃんからもらったものを残し、行方不明となる。持ち物聞いてみようか。持ち物。
この娘の状況がちょっと知りたいですね。行方不明。綺麗な回廊。げっそりと痩せこけて起き上がる子供困難となった。この辺り聞きたいですね。見たもの聞いたこと、見たものかな。あー、違うのか。行方不明となった。色に満足した。そばに現れる。どこだっけ。報道の前に姿が現れ、これはゆきちゃんで合ってるんですかね。ゆきちゃんどう。やっぱ突然消えてるんですかね。もう家庭がちょっと省かれていたので怪しかったんですけど、これあれか、曇りマークですね。おにぎりかと思いました。衰弱したのではなく突然いなくなったのか。会の相談。はい、受けたまわります。お名前は愛野さんね。女で40代。はい。お名前は赤いマント売り。へえ、どんな会ですか。あるものを欲しいかと尋ねる会で、この間出会ってしまったんです。なんとか助かりましたけど。赤いマント。それさっきうちにも来た人ですかね。いつですか。12月11日の午前0時頃。場所は道ね。特徴を聞いていきましょう。見た目、男性の姿。声は男性の声。背が高い怪異でした。ここまで合ってますね。服装はよく覚えてない。特質特にないと。持ち物聞いてみましょうか。危な。持ち物何も持っていませんでした。私ですね。じゃあそれ以外でこれは問いかけをする。言われたこと。赤いマントいりませんかと問われたので何も答えませんでした。そのおかげで助かったんだと思います。赤いマントを羽織っているかのようにさ肯定するか返事をせずに立ち去る。へえ。でも何も持っていないんですよね。どんな会で持ち物がないんですよ。赤いマント売りは包丁を持ってるので、もしかしたらただの変質者の可能性がある。そういうことかな。持ち物でそうですね。普通に警察行った方がいいと思います。お、達成はしましたね。5人を目標にやってみましょうか。赤マントまた来ないかな。スルーしちゃったよ。もっと話聞いてあげればよかった。お、高飛車そうな女性ですね。
はい。Y 岡さん。30代の女性と。お名前は？お、トイレの花子さん。学校にトイレに現れる会でこちらから呼び出すことができるんです。今度その方法を試すことになったので、デタラメかどうか確認しておきたくて。いつですか？儀式を行う時間は決まっていません。そうですね。どこですか？小学校の3階女子トイレの3番目の個室で。そうですね。私一人でやるつもりです。すごいな。では儀式の方法を聞きましょうか。接触の原因で儀式の手順。3回ノックして呪文を唱えると中からはいと返事が来るんです。トイレの花子さんと。3回ノックして呪文を唱えると中からはいと。で、その呪文は花子さん遊びましょう。合ってますね。特徴を聞いていきましょうか。少女の姿、服装赤い釣りスカートに白いブラウス。返事をした後にトイレのドアを開けて何をして遊ぶとおままごと遊びの名前を答えてしまうとそれになぞられて殺されるんです。返事をしなくても殺されるんですけど助かる方法もあるみたいなんです。今回はあってそうですね。3回ノックしてはいですもんね。牛乳ね。これは合ってそうですよね。軽率すぎますかね。合ってました。はい、専門家の人に相談してください。お、あと1人で5人ですね。電話来るかな。お、来た。どうもー。おー。名前は？トップ。20代の男性と。わからない。何度も電話をかけてくる回で今どこにいるのか教えてくるんです。さっきもかかってきました。また電話が来る前に何とかしたいんです。お願いします。メリーさんですかね。午後5時頃からです。家にいたら電話がかかってきました。家族はまだ帰ってきてないので。どっか行ったんじゃないですか。電話で、出没場所で、ここは学校。電話。自転車、部屋の中、エレベーター、電話いりましたね。足いりますか電話ってなんだ。メリーさんの電話。特徴聞いていきましょう。電話に出ると今〇〇にいるのと自分の居場所を伝えてくるんです。さっき4回目の電話が来たんですけど、電話が来るたびに場所が変わってるんです。おそらくこの会話だんだん俺の家に近づいてるんだと思います。メリーさんですよね。ちょこちょこ入力ができない。メリーさんの正式名称はメリーさんの電話っていうんですね。はい。
ターゲットの背後。こういうのもあるんですね。幼い少女のような声聞いてみましょうか。合ってますね。電話だから多分見てないんですよね。午後5時大間時から夜間。まあ合ってるか。電話が鳴るたびに近づいていくか。ドアを開けて確認しても誰の姿もない。へえ。背後に来るまでの電話で逐一報告していたことから現在の行動が確認したと思われる。へえ。言われたこと。私メリーさんと名乗るんです。メリーさんじゃないですか。多分この人はまだ背後に立たれる前の状況なので、これ以上情報が出てくることはないんじゃないですかね。対処法知りたいんですもんね。それはメリーさんです。メローさん、メリーさんの電話と。どう？合ってるらしいですね。振り返っちゃいけないらしいよ。ちょうど体験の時間ですね。2人と話して帰りましょうか。私暇な時たまにこうして会の資料をパラパラっと読むんだけど、変なのって思うとこがあるのよ。例えばこれ、除霊できる会ってやつ。これって道具とか呪文を使って会を呼び出すんだよね。でもそのやり方って誰が決めたの？呼び出さなきゃ出てこないのに。じゃあ人間、あの手この手で会を呼び出す儀式を試したってこと？そんなわけないわね。じゃあ一体誰がどうやってってハテナがいっぱい浮かんじゃうの。気にしたことなかったって？そうよね。そういうものだって思っちゃうわね。だから私相談員に向いてないのよね。気にする必要ないところばかり気になっちゃう。見たら死ぬ会なんだって。じゃあなんでここに情報が載ってるの？会ってそういうものですよね。噂の出所なんて結局わからないものですよね。大森の話来ました。幸福の新郎夫婦って知ってるか？挙式を挙げたその夜、幸せの絶頂にいるはずの新婚夫婦が自ら命を絶った。発見された2人の死体は愛を確かめ合うように抱き合い、とても安らかな死に顔をしていた。というただそれだけの話だ。人生ここからの2人がなぜ自殺をというところが不思議で怖いんだよな。でも実はこれはたった1組の夫婦の話じゃないんだぜ。他にも同じように亡くなった新婚夫婦が何組かいるんだ。しかもある噂によれば、死んだ夫婦たちは死去の前に京都のある場所へ旅行に行ったらしいぜ。これは俺の憶測だけど、きっと多分旅行先で何かもらってきちゃったんだよ。いいのか悪いのかよくわからない。でも確かに確実に夫婦にとっては幸せな何かをな。あんたこの先いい人でもできても、いい人ができても京都のある場所には行かない方がいいぜ。まあ幸せのまま死ねるならそれも一つの正解なのかもしれないけどさ。帰ろっか。幸せなうちに死んどこうって話かな今の。セーブします。というわけで5日が終わったので、
今日はこれぐらいにしとこうかな。時間もねいい感じだし、ちょっとマイクもねいかれてしまったみたいなので様子を見てきます。次は、6日から開始になりますね。結構対処法も慣れてきたんじゃないでしょうか。次はサクサクできるといいなって思います。ということで本日はここまでにしたいと思います。タイトルに戻るのはどうやってやるんだい？ベッドに入ればいいのかな。ベッドに入ったらあれなんですよ、多分進んじゃうんですよね。5日目終了でエスケープキー違う、まあいいか、後でどうにかしておきます。ということでね、ちょっと BGM 適当につけて、はい、というわけでキテレツ相談ダイヤルまだまだ続きますね。結構長めの話ですね。早いと2時間ぐらいで最大10時間っていう目安らしいですね。説明書には書いてありました。らしいですね。でちょっと説明書にヒントが書いてあったんですけど、99% の状態で7日目終了時に大盛りに話しかけると点々点って書いてありますね。ここちょっと気になるところではあります。7日目ちょっとやってみますか。 99%、99% ってことはまだあれですね、1周目ではできないかな。まあこんな感じで次も相談を受けたり受けなかったりしていこうと思いますよ。というわけで本日はお付き合いいただきありがとうございました。またよければいらしてください。相談受けたまわっております。任せてください。というわけで、終わりたいと思います。じゃあね、おつどく。